車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。先日ライズのハイブリッドで予約のキャンセル、メーカー側からのオーダーキャンセル通知ということで今ニュースになっています。そうすると、何かね別の車選ばなきゃいけないなというところで、カローラクロスとヤリスクロス、このあたりをね比較に出していきたいなと思います。自分もちょうどね、親戚のおばさまに、ライズいいよねってこう勧めていて、そしたら、じゃあライズか CX5 にしようかしらっていうね、ちょうどその最中だったので、もう全然ね、一言じゃないです。ということで、今回動画に登場するのが、ライズがハイブリッドとターボ。これは中古もありだったらという話です。それから、ヤリスクロスハイブリッドとガソリン。で、カローラクロスのガソリン。カローラクロスのハイブリッドはちょっと値段が上抜けしちゃいますので今回省いていきます。ということでね、じゃあ本当に一言で比較していきます。まず、もういろんなね、条件が許すんでしたらカローラクロスね、素晴らしいと思います。もうズバ抜けてます。これはクラス的に見てね、カローラクロスがすごくコスパが高いというのがね、挙げられます。ヤリスクロスもコスパ高いんですけれども、カローラクロスはすごくコスパが高い。なので、ライズとヤリスクロスの比較に入ってこれる。でもクラスはね、もう2つ上ですから、もう明確にね、クラス2つ上です。なので、いいところがいっぱい。ただ、ボディ大きくなりますし、それから、ランニングコスト的なね、経済性、燃費とか税金とか、そういった部分出てくるので、そうなってくるとヤリスクロスなんじゃないかと。一応お値段はヤリスクロスが190万円スタート。で、カローラクロスが200万円スタート。ごめんなさい、ちょっと話飛んじゃった。で、そう、ヤリスクロス。ヤリスクロスは、そのハイブリッドとガソリンですごくね、こうキャラクターに差があります。もう見えるとこ以外もう本当に別物。ハイブリッドが柔らかくてガソリンが硬い。なので、難しいですね。でもやっぱりこうクラス的にはね、こうコスパが高いので、ベゼルとかと考えたらね、だいぶお得感あって選びやすい。で、選びやすいけれどもどっちにするかといったところがね、ヤリスクロスです。で、ライズはね、そうすいません。やっぱりね、こう、ならではの魅力感じるんでね。で、1000cc ターボは中古でも弾数豊富で価格も、お得感ある価格になっていて、すごくいいなと思います。ただね、ハイブリッドが結構中古車価格高いんですよね。こうした状況で手に入りにくいのも、加味されての値段でしょうけれども、あんまりね、旨味はないといったところです。で、じゃあ、だんだん具体的にちょっと内装からいきますね。内装は、今回ライズが基準ということで、ライズから見ていきますと、ライズね、あれです。コスパでちょっとね、先ほどの2台とから劣る代わりに内装は凝っている。部品点数、その使われている部品の数が大きくて、造形がその分複雑で、表面の模様とかもね、いろんなものが組み合わされている。で、上級グレードとかハイブリッドでしたら、加色もね、立派。すごくわかりやすい加色でね、華やかです。あと、そう、ガソリンモデルですとね、廉価グレード、安いグレードですと、エアコンがマニュアルになったりするんですけれども、全体的な作りは変わらないですし、メーターにはね、タコメーターついてきて、オーソドックスで見やすくて、走りやすいといったね、そういった良さもあります。ターボでも上級グレードですと、フル液晶に近いようなね、メーターになって、で、タコメーターとかもね、4種類で表示できるパターンがあったりするぐらいね、凝っていますので、結構ね、ここライズのいいところだと思うんですよね。で、じゃあ続いてヤリスクロス。ヤリスクロスは、いいところも悪いところも結構はっきりしてます。いいところ、悪いところって言い方はないですけれどもね。昼間見る質感で言ったらそれなりです。やっぱりこれはネットでもね、その、質感がっていう話はよくされてまして、自分もね、このモノフォルムタイプと言われるようなね、この安いグレードについてくるシートなんかを見ると、確かにね、ちょっと表地がっていうのはありますね。この見た目。見た目と、座った時もつるんとしててね、座りやすいんですけれども、そんなに立派なシートではない。こういったところが、その質感的にね、ちょっと単の部分で、あとそれからちょっとリアシート狭いのもね、あって。で、すごくいいなと思うのが、ブレーキのオートホールドのインジケーターです。ブレーキのオートホールドって停止した時にね、ブレーキペダルから足を離せる機能。離しても止まって保持してくれているといった機能なんですけれども、これがね、多くの車でシステムをオフにしてね、次を再始動した時にはオフに戻っちゃいます。そういうのが多くの車があって、でもね、表示が小さいんですよ。で、朝なんかぼーっとしてるとね、オンにしてるつもりでブレーキから足を離すとオットとって車が前に出そうになっちゃったりしますから、
これね、はっきり見やすい位置にバーンとこうね、表示してくれるヤリスクロスのこれってね、もうすごくいいと思うんですよね。で、あと、いいのが、夜間の内装のインパネの照明とかのこう、きらびやかさ。メインのメーターの、二眼タイプのところが液晶表示部になっていまして、で、スクリーンのね、透明なところも透過率が高いような印象を受けます。これによってここが綺麗なのと、あと、ステアリングスイッチ、ボタンがいっぱいあって、で、光り方シャープでね、すごいこう緻密というかね、精密な印象を受ける。ここ綺麗でね、本当カローラクロスとかハリアー、ハリアーまで言っていいか分かんないですけれども、そういったぐらいのね、この印象の良さを受ける。その代わりというかね、そのメーター昼間外光が当たるとちょっと反射でチラチラしやすいので、ここは要確認なんですけれども、とにかくヤリスクロスはそういった部分でいいところがある。で、代わりにボディ見切りの部分で、ちょっとね、苦手なところがある。これ口述します。で、カローラクロスなんですけれども、カローラクロスはもう世界中のね、世界のベーシックカー。もう今までの累計販売台数で、フォルクスワーゲンゴルフとトップを争うような、もう今までの累計です。ずーっとこの車の歴史の中でカローラという名前は世界ナンバーワンを争うビッグネーム。なので、インパネとかもね、そんなに特別なことはないです。ただやっぱり比較すると、ボリュームがあって、これによってね、立派感につながっているというのはね、ありますよね。で、あえて言うとね、リアシートに関する部分。ライズがリアシートの実用性もね、すごく考えられているとすると、カローラクロスはね、なんかこう、座ってお尻が沈み込んだ時に、着座姿勢的にね、あれなんかこう、ちょっと足の角度とか膝の角度とか、ちょっと合わないかなっていうところがあってね、本当カローラクロスで言うと、そこだけ、本当気になるのはね、そこだけなんですけれども、ちょっとあります。で、見切りに関する部分。見切りは、カローラクロスはね、すごくいいです。で、ライズはめちゃくちゃいい。もうほんとね、ライズね、前もよく見えますし、左側をね、寄せるのも、縁石に寄せたりするのも簡単。すごく感覚が取りやすい。で、右コーナーで、右側のね、ピラーが邪魔にもなりにくい。あと、もうほんとね、座面高高くて、ダッシュボード短くて、ボンネットもう丸々見えてね、前はストーンと落っこちてる。もうこういった部分ね、いいところばっかりなので、ずば抜けている。で、カローラクロスも、普通にいい。で、そんな中でヤリスクロスがね、ちょっとね、感覚取りにくいんですよね。左側、前を見たときに、ボンネットにね、一本強いプレスラインが入っています。もうシャープにこうピーッとね、この折り目になってるところのことをですね。でも、実際は、そこから外側に結構な距離があります。つまり、かなり内側にね、このプレスラインが入っているんですね。で、運転席から見たときに、これがちょっとね、外側にも感じられる。でももっと外側あるんだよねっていうのは、脳内にありますから、少しね、余裕を持たなきゃいけない。で、その余裕を考えちゃうと、外側をね、余らせすぎちゃう。みたいな感じで、そうですね、感覚取りにくい。これはコーナーなんかでもそうなんですけれども、ちょっとタイヤの位置感覚がね、取りにくいかなっていうのはね、あります。じゃあ続いてですね、乗り心地に関する部分。これは、すいません、カローラクロスがね、ずば抜けているので、ちょっと一旦置いておきます。で、ヤリスクロスが、ハイブリッドとガソリンですごく差があるんですね。ハイブリッドがかなり柔らかくて、ガソリンがかなり硬い。で、ここでね、一長一短あって、ライズが選べるんでしたらね、ライズがね、この真ん中か、真ん中より少しこう、ハイブリッド寄りぐらいの位置にいました。で、ラインナップの中で、そこをね、この間ぐらいがいいって言ったらライズが今までだったらあったんでしょうけれども、それがもしね、なくなったとすると、どっちがいいのか、どっちを人にお勧めしたら喜ばれやすいかっていうところでね、すごく差があります。ハイブリッドの方は、かなり柔らかいので、低速時は問答無用でいいです。速度50キロぐらいまででしょうかね。で、あとね、速度が100キロぐらいになってくると、やっぱりね、こう、ライズより安定感とかあって落ち着きがあって、それが良さにもつながってくる。でも、その中間のよく使うところの速度域ですよね。ここが、路面のうねりとか、ハンドル切りながらの段差ですとか、あとね、こう、土管まで行かないような段差とかで、ゆっさゆっさと揺れが目立ちやすいです。サスペンションが大きく動く上に素早く動く。ちょっとね、ダンパーが弱いです。それによってね、これを乗り心地いいと言っていいのか、
乗り心地悪いと言うべきなのか、ちょっとね、悩みます。で、ガソリンモデルの方は、硬いんでね、もうガツンときます。一発目の衝撃が大きいタイプですね。で、代わりにふわふわは、目立ちにくい。なので、長距離とか長時間は体が楽。それから、速度が上がって路面からの入力が強くなってくると、硬いサスペンションもね、動き始めますので、そこで、あとボディもね、微妙にしなったりも出てきて、印象が良くなる。でもやっぱりトータルで考えると結局硬い。究極、究極まで行っていいのかわかんないけど、悩むところですよね。速度が低ければね、4、50キロしか出さないよって言えば、ハイブリッドの方なんでしょうけれども、それ以外は、そうですね、とりあえずすいません、乗ってみてくださいって言ったところでしょうかね。で、カローラクロスは、いいか、これはもう以外ね、もう説明するのすごく長くなっちゃうんでね。ヤリスクロスのハイブリッドもう一個ありました。サスペンションが大きく動くので、ちょっとね、動いた時にカチャカチャした音を出しやすいっていうのがありましたね。これ2台乗って2台ともといったところなんで、これね、柔らかくてね、リアサスが大きく動く車っていうのはね、結構他でもあります。で、じゃあちょっとね、静粛性の話に入っていきますね。このヤリスクロスのリアサスペンションはちょっと音を出しやすい。ガソリンの方は出さないので、でもそうですね、路面がいいところ、段差がないところではハイブリッドの方が静か。なので、トータルで見たらね、ハイブリッドの方が静かって言っていいんでしょうけれどもね。で、ライズはね、ハイブリッドの方はエンジンかかると、それなりに豪快にかかりますし、ヤリスクロスハイブリッドと比べても少し目立ちますかね。で、カローラクロスは、圧倒的です。ガソリンモデルですけれども、加速しても滑らか。通常時も滑らか。音質の聞こえ方とかね、そういった部分ですごく良さがあります。で、じゃあハンドリングと走りやすさの部分いきますね。これは、シャキッとね、硬いヤリスクロスのガソリンが、普通に考えたら一番あれですよね。もうどなたでも分かりやすい魅力がある。で、さらにその上を行くのはカローラクロス。タイヤの位置つかみやすいですから、無駄が減ります。で、ハンドルの切った感覚と、車がね、動き始める感覚、用が出るって言いますけれども、その感覚もすごくね、統一感があって、切り始める位置から無駄が少ない。で、切りすぎ、切り足らなすぎも起きにくい。なので、同乗者が快適な運転もね、すごくイージーにできます。で、それで言うとね、ヤリスクロスのガソリンも、上下とロール方向のね、動きは少ないですから、とってもね、同乗者を思いやった運転はしやすいです。前後のね、ピッチングと言われる前後の傾きに対する部分で、ちょっと動きやすいのもあるんですけれども、一人でもね、運転楽しめる軽快感あるなんていうのはね、一番はヤリスクロスガソリンなんじゃないでしょうかね。で、ヤリスクロスのハイブリッドは、サスペンション柔らかいので切り始めかなり穏やかでね、素早く切った時の動きも穏やかです。穏やかというか他のと比べてちょっと効きが悪いとも言えますね。で、パワーステアリングのその特性にもちょっと気になる部分はあるので、このあたり優先される方はね、ちょっと選択肢として順位低めになっていきそうな感じです。で、ライズ。ライズはライズは見方によってね、もう180度見方が、評価が変わります。いい見方をすると、車らしいね、この揺れ方とか加速感、曲がり方、これがね、もうすごく楽しいです。もうめちゃくちゃ楽しい。で、ダメだという見方をすると、ドタバタ、バタバタが目立っちゃって、疲れちゃうよと、仕事終わった後に乗れないよっていう話にもなってきまして、さあどういう表現をするかというところでね、レビューアーのその個性が出ますよね。自分は元気な時に乗るとすると、これね、もうめちゃくちゃ楽しいです。うおーってね、笑いながら、おお、すげーってね、そんなに細かく丁寧な運転なんて気にせず、好き勝手走れて、もう同乗者いてもね、揺れで笑いながら、ああ、楽しいよねっていや、本当にね、本当に楽しく運転してるって感じでね、乗れるのがライズです。これ、程度の差があってもね、もうハイブリッドもターボも同じような感じ。で、じゃあ続いて燃費いきます。燃費は、一番印象が良かったのはヤリスクロスです。で、ハイブリッドですと、これ条件いい時じゃない、条件そんな良くない時で、28.1キロ走って36.9キロが表示されています。これはですね、パワーモードで走った時なんですけれども、結構適当に乗ってもね、いい燃費が出やすいっていうのがね、このヤリスクロスハイブリッドの魅力です。
で、条件悪い時、アップダウンなら山道を走った時に、21キロぐらいでした。そうですね。朝の渋滞中とかも同じような感じで、だいたい20キロから21に、このあたりを推移してた感じです。続いてヤリスクロスのガソリン。ガソリンの方はいい時はね、伸びます。やっぱりこれも適当に乗っても、いい燃費が出やすいということで、この時は一般道をね、大人2人が乗って108キロ走って18.5キロの燃費が出てるところです。悪い時は夕方夜の渋滞中ちょっと入っていったんですけれども、この時はね 9.8 キロ走って 9.3 キロの燃費でしたから、思ったよりね燃費悪かったですね。でライズのガソリンモデルと比較しますと、ライズがね、うまく乗るのちょっと難しいんですけれども、うまく乗れて 18.5 キロのね燃費が出るか出ないかぐらいのところだと思います。逆に悪い時の燃費なんですけれども、10キロを切った記憶ないので、ここもやっぱりね、排気量の差というか、そのくらいの差があって、いい時はヤリスクロスほど伸びないけど、悪い時もヤリスクロスよりいいみたいな、そんな感じですかね。で、ヤリスクロスじゃない、ごめんなさい。ライズのハイブリッドは、30キロぐらいも、なんですけれども、25キロぐらいの時が多かったような印象ですかね。体感的にヤリスクロスのハイブリッドにはね、ちょっと負けるぐらいの燃費だと思います。そうしましたら、燃費で言うと厳しいのがカローラクロス。ほんとね、どこもかしこもいいところばっかりってこう述べてきたカローラクロスですけれども、燃費はね、このクラスと比較するよりどちらかというと、ハリアーとね、比較したくなるような燃費の数値になっています。一番印象的だったのが悪い時。平日の渋滞の中をね、朝の渋滞の中を1時間走行してきて、燃費はね、ずっと7キロぐらいでした。で、渋滞抜けて、少しね、流れて、こう、写真撮れるとこまで移動して撮った時なんですけれども、それでやっと8.3キロの数値ですからね。と、夕方かなとか走っていて、条件あまり良くなくて、朝まで走って、で、これでですね、11.6キロ。なので、普通はこのくらいになるんでしょうかね。あと、ちょっとね、燃費の比較でガチで燃費よく走ろうとした時に 15.2 キロ。このあたりが、ちょっとね、カローラクロスの難しいところかなと。ガソリン高いですからね。でも170円台、180円ぐらい。でもパワー感はいいです。車重の差、なんだかんだ言うより、一番は排気量っていうのはね、本当に 200cc の差、300cc の差でも違い大きいですから、一番余裕があります。でも、あれです、渋滞中の燃費は悪い。やっぱりこうね、車って、自転車もそうですけれども、最初のタイヤの一転がりっていうのがね、一番こう重いです。なので、止まって走って止まって走ってが繰り返されると、条件悪くて、ずっと走っちゃえばね、そんなにこう変わんないぐらいといった燃費ですね。じゃあこれでちょっとね、まとめていきますね。条件許せば、ずば抜けていいのはカローラクロスのガソリン。でも、そうですね、ボディサイズとか、ランニングコストのね、燃費、税金、それからタイヤサイズも大きいと思いますので、こういったところのね、ちょっとしたところで厳しいとなれば、ヤリスクロス。で、ヤリスクロスとなると、ガソリンとハイブリッドで差が大きいので、迷っちゃうんじゃないかと。で、誰かにお勧めして喜ばれるとしたら、多分速度上げないなら、ヤリスクロスのハイブリッド。速度上げることが多ければ、ガソリンモデルなのかな。でです。やっぱりね、ライズってこうならではの魅力が大きくてね、もう好きだったらもうライズしかないと思います。トヨタの場合、自分が住んでる地域ですと、新車の営業の方はね、中古とは別です。なので、中古の営業紹介しますよみたいな形になるんですけれども、あんまりね、気持ちよくないので、その方から買いたいっていう方がいらっしゃったらね、結局トヨタだと、選びにくいのかな。他のメーカーですと、中古も同時に紹介できますっていう営業だったりしてね、今そういう風になってきてますので、いろいろね、比較できるんですけれども、そうじゃないとすると、ちょっと頑張りが必要。でも、ライズの 1000cc ターボ結構中古で選びやすくて、お得感高いなと思います。ライズのハイブリッドは、ちょっとね、中古は、お得感ないんでね、よほどのことがない限り、今選ぶのは得策じゃないかなといったところをね、感じます。すいません。じゃあ、あと、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。